ラブミラブユラブズオンリーユです。今日もみんなでたくさんお話ししましょうね。早朝トレーニングは学園街をランニングしてるわ。最近は川沿いを通って高台まで行ってるの。空気が澄んでいて気持ちがいいし、撮影もしやすいしね。見習いたいありがとう。私の場合は往復で15キロくらいだけれど、無理のない距離でやろうね。あ、今コメントした筋トレ中年さん、先週質問くれてたよね。筋トレで体を痛めないやり方、動画作ってきたよ。今出すね。こんな風に肘を固定して無理に反動で持ち上げたりせずにやると怪我をしにくくなるわね。筋トレ続けてるよ三日坊主系女子さん、もう三日坊主じゃないわね。すっごくいいと思う。それとね、トレーニングとセットで考えてほしい食事のこともお話ししようと思って、お料理動画も作ってきました。これね、実際私が普段から結構作るメニューなの。タンパク質多めだけどいろんな栄養素をバランスよくとる感じね。ごま油で炒めた野菜と鶏胸肉の相性は抜群よ。ラブズ飯特集じゃあ今度やりましょうか。それでは今夜はこの辺りで。ラブミラブユラブズオンリーユでした。ラブズちゃんに褒めてもらえた。嬉しい。お料理レシピも教えてくれたし、トレーニング続けるぞ。私ももらったアドバイスの通りフォームに気をつけてやってみようと思います。頑張れる気がしてきたぞ。おお、架橋さん、お疲れ。伸びがいまいち。あら？私に何かご用？あらそれはどうも。ねえ、あなたトレーナーさんよね。よかったら何かアドバイスもらえないかな。教えてもらった少し状態を起こすフォーム、相性いいみたい。やっぱりプロは違うのね。そうなの？でも実際タイムも速くなってるし、私にとっては嬉しいアドバイスだったわ。コミュメンのみんなにも一つ配信でいい報告ができそう。あ、コミュメンっていうのはファンコミュニティの人たちね。ちっとも大変じゃないわ。もうずっと何年もやっていることだし。理由は愛かしら。今日ね、トレーニング中に会った人に配信のことを話したら聞かれたの。そこまで配信を頑張ってる理由は何って。当たり前そうだね、やらない日の方が少ないもんね。それこそ私がちっちゃい頃からずっと愛があるからそうそう、ここには私の大好きな愛、温かい思いがあるから。私がみんなに笑顔を届けて、みんなが応援の気持ちをくれる。私が元気を届けて、みんなから勇気をもらう。いいことがあった日も悪いことがあった日も取り繕ったりしないで
ありのままの自分を伝える、そういうやりとりを続けてるととっても身近に感じない？みんなの思いが私のそばに、私の思いもみんなのそばにあるんだってもうテストの満点見せたのは小学生の頃でしょ。もうさすがにしません。でもね、こういう話ができる関係の中にこそ感じるの、愛っていうのもね。それじゃあまたね。ラブミーラブユーラブズオーリーユーでした。いい走りだ。これは上を狙える子かもしれない。うんうん、今日はなかなかいい感じかも。素晴らしいよ君。特にスピードの持続性がいい。その才能、私の元で伸ばしてみないか？というわけでお誘いもらったんだけど、今回は見送ることにしたの。きっといい指導者見つかるさうんうん、ありがとね。こういうのって巡り合わせだもの。現役生活の全てをその人にかけるようなものだもんね。大事なことだから、私もいい加減に決めたくないの。トレセン学園ってさ、トレーナーつかないとデビューってできないんだよね。ラブズちゃん大丈夫？デビュー時期とかさ。そうなんだ。てか架橋さん、もしかして詳しい人？実績豊富なベテランの方からお声掛けいただけるなんて大変光栄です。私なら君が望む高みに連れて行ける。その才能を重賞、いや G1 戦線で発揮しないか？お断りしちゃった。よほどの理由があるのかって？まあそうよね。 G1 トレーナーからのスカートなんて飛びつくのが普通だもんね。実績だけを考えたら間違いなく受けるべき話だと私も思うわ。でもすまないがファンコミュニティとやらは閉鎖してもらいたい。これが契約条件だ。無用な手間やトラブルはメンタルの疲弊や怪我につながる。アスリートとしての優先度を考えれば理解できるはずだ。おっしゃることはわかります。ですが私にとっては違うんです。ご理解いただけないかもしれませんが、強くなるのにファンとの過度な交流は必要ない。これまで断った方々も大なり小なり似た考えの方だったわね。怖くないの？理解ある人に見出されなかったらこうその質問には意味がないかもしれないわね。考えてないもの。みんなと一緒に歩めない道なんて。私たちは君の機会を奪っていないだろうか。もう機会を奪ってルータなんて全然そんなことないから。トレーニングの時間だってちゃんと取れてるし。けれど
配信活動が契約の足かせになるなら？私は遠くから見守るだけでも構わない。遠くから見守るだけって、話が進まない理由が配信活動ならもうそんな心配しなくても大丈夫よ。トレセン学園にはトレーナーさんはまだたくさんいるんだし、何人かの人と考え方に違いがあっただけだもの。ねえ、私が小さい頃の話覚えてる人いるかな？はい、本日の特別イベント、キッズレースの優勝はラブズオンリーゆうちゃんでした。やったー！パパ、ママ、見てた？優勝おめでとう。ママとっても嬉しいわ、ラブズ。ママ、見てごらんよ、ラブスのこの笑顔。もっとたくさんの人にこの笑顔を見せてあげたい。ほーらラブズ、これがラブズがやってみたいって言った配信さ。このカメラの部分を見ながらこんにちはって言ってごらん。こんにちは。こんにちは。パパ、ここにこんにちはって出たよ。君、ちっちゃ可愛いのにめっちゃ足速いじゃん。私、今のレースで君のファンになっちゃった。ラブスのことが好きな人たちってことさ。あの頃のラブズちゃんちっちゃかったなそうね、懐かしい。ここは私にとってみんなと最初に出会った大切な場所。そして何より私が私だけの愛を見つけた場所。明日はね、ジュニアレースクラブの子たちも出る大会なんだって。私も出るんだけど、うまく走れるかな？俺たちは君が毎日走る姿を見てきた。だから大丈夫、きっと勝てる。おめでとう、素晴らしい走りだった。将来はトゥインクルシリーズ有望株だな。ありがとう。みんなが嬉しそうで私も嬉しい。明日からトレセン学園で頑張るよ。一日早いけど配信で晴れ姿をお披露目したくて、これからもっと応援するから。いつもみんながそばにいてくれた。みんながいたから喜んでくれるから、走るのがもっと楽しくなってトレセン学園に入った。だからみんなと離れたところで勝ったって私は愛を返せない。みんなの愛ももらえない。遠い喝采なんて私は欲しくないわ。私があの子を追い詰めてしまったのだろうか。筋トレだけじゃないでしょ。私たちみんな多かれ少なかれあの子の気持ちを分かってあげられなかった。けどありゃもう俺たちがどうしたって気持ち変わんねえぞ。くそ、このままもがく姿を見てるしかねえのかよ。架橋さん、未来をつなぐって部外者の私たちじゃどうにも。お前トレセン学園関係者だったのか。バカ！だったらなんで真っ先にラブズちゃんをスカウトしないのよ。それでもファン？けどよ、
そうやってビビって今まで踏み出せなかったやつに本当にあの子を救えんのか。まして新人なんかによ。なら次はもっと早くみんなに相談しろ。あの子の幸せ願ってる仲間だろうが。私もね、できればやはり見ていたい。トレーニングのこと、日常のこと、彼女が楽しそうに話すのを。あの子のことが本当に大切なら、やっぱ身を引くなんて考えちゃダメなんだよ。未来をつなぐって言ったんだ。絶対つないでみせろよ、架橋。いや、俺たちのトレーナー。見学？それは構わないけれど。なるほど、このフォームはあなたが助言したと。いえいえ、むしろいい線いっていると思いますよ。これをベースにもう少し改良点を見つけましょうか。あら、まだ残っていらっしゃるんですか？校舎棟はそろそろ最終施錠時間ですよ。スポーツ医学の。そうですか。ですが一度読んだだけで理解するには内容が多いでしょう。私が貸し出しの手続きをいたしますので、どうぞこちらへ。皆さんが怪我なく現役生活を送る助けになってあげてください。へえ、新米トレーナーとは思えない一人前の目をしてるじゃない。トレセン学園栄養学の最先端をものにしようって本気みたいね。あのトレーナーさん、なんだか少し雰囲気変わった？そう、走りの面を全力で支えるのはあんたにしかできない。その代わり私たちは配信者としての助けになる。これでもバーチャルタレント事務所のアシスタントだし、役立つ知識引っ張ってきてラブズちゃんの魅力発信するし。俺は海外での情報発信の手伝いならちょっとはできるかな。これでも一応スポーツ記者の端くれなんでね。マイナー誌だけど。俺は漫画で力になる。レース探訪者女だから、俺が力になれるのは彼女のデビュー後からになるが。聞いたよ。まだ担当がついていないそうだな。せっかくの才能が実に残念だ。デビューできなければスタートにも立てん。ストイックな環境で己を磨くことだ。そうして勝利すればファンに報いることもできよう。え？トレーナーさん？そうか。指導者の一人として忠告はした。よく考えなさい。後悔だけはしないようにな。ごめんなさい。トレーナーさんには関係ないのに。これでよしっと。準備できたわ。けど配信をやってほしいなんてどういうこと？何？それはもちろん覚えてるわ。今日現在9927人。すごい、もう入ってきた。どう？聞こえてる？聞こえてるありがとね。じゃあ始めるわ。みんな元気？ラブミーラブユー。
ラブズオンリーユーです。予告もしてないから突発配信になっちゃったけど。何これ。これ視聴者数じゃないわよね。いくらなんでもこんな同説9926人。まさかあなたもコミメンだったなんて。じゃあ最近のこともずっと知っていてこれを用意したのね。でも全員なんてどうやって集めたの？みんなそれぞれ生活時間も違うのに。9927プラン。やりたいこともきっと増える。手を引いてあげることはできないけど、私の走りから見た適正なシミュレートとトレーニングプラン、食事、給与、こんなに詳細まで。後半？ありがとう。ありがとうみんな。考えてないもの。みんなと一緒に歩めない道なんて。本当に信じていてよかった。みんなの愛受け取ったわ。この愛を大きな勝利にしてきっとみんなに返す。そうやって私たちの愛をもっと大きくしていきましょう。それがもっと広くもっと遠くまで届いたら最高に素敵なラブやね。そうなっても始まりの数字は変わらない。私にとって一生忘れない大切な数字になるから契約を結びましょう。ここにいる全員の前で。無理。追いつけない。この前トレーナーついたばっかりだって聞いてたのに、全てをトレーニングに捧げてるこの私が。ストイックに取り組んだ方が強くなる。きっとそれが大多数の正解。でも私は違う。私の愛を受け取って私に愛を返してくれる人たち、その存在をそばに感じるからこそ。どうかなトレーナーちゃん。いいじゃない。それにこっちの方がラブ感じない？ラブズオンリーユー。私がスカウトした時よりも力が増していたな。訂正しよう。誰かのために強くなる馬娘は存在する。君はそれを体現してみせた。ありがとうございます。でも体現したのは私一人ではなく私たちですよ。たくさんの人の愛が背中を押してくれる。一人じゃないならどこまでも強くなれるんです。だってラブミーラブユー、私はラブズオンリーユーですから。お疲れ様。トレーニング応援してるから。私たちの分も頑張ってくれな。頼むぞ駆け足。
ーナーちゃん、ちょっと相談したいことがあるんだけれど、トレーニング前に少し時間もらってもいいかしら。訂正しよう。誰かのために強くなる馬娘は存在する。君はそれを体現してみせた。ありがとうございます。でも体現したのは私一人ではなく、私たちですよ。たくさんの人の愛が背中を押してくれる。一人じゃないならどこまでも強くなれるんです。ええ、その方針でいきましょう。やっぱり悩んだ時はあなたに相談するのが一番ね。それじゃトレーニング開始ね。今日も頑張りましょう。眉間に小さなシワ、かわいいうらり声。トレーナーちゃんは何を悩んでいるのかしら。あなたは馬娘を導く立場かもしれないけど、だからって担当の馬娘、私に相談しちゃいけないなんてことないんだからね。そうならいいの。それじゃあまたね。ラブミー、ラブユー、ラブズオンリーユーでした。今日も楽しかった。みんなも元気そうだし、ハッピーで愛にあふれてたわね。だけど今日は架橋さんの姿がなかった。やっぱり何か悩み事があるのかしら。今も一人で考えていたり、聞いても素直には教えてくれなさそうよね。責任感強いし頑張り屋さんだから。もしかしなくとも私のことかしら。だとしたら余計に言えないか。担当トレーナーになる前から私を思ってファンのみんなとたくさんのことを考えてくれていた架橋さん。いつだって思ってくれる人がいる。ラブズオンリーユー、あなたは本当に幸せ者ね。今度新商品がいろいろと入ってくるんです。主にトレーニング用品なんですが、ぜひ商品のレビュー動画を作ってくれませんか。あなたの評価なら確かだし、みんなの参考にもなると思うんです。まあ光栄です。力になれるのなら喜んで。詳しい話はメールでさせてくださいませ。これから運動を始めたい人向けに特設コーナーを作りたいのですが、よかったらおすすめの本などを紹介してもらえませんか。私の推薦する本もありますが、ラブズオンリーユーさんのような視野の広い馬娘さんが選んだ本も並べたくて。そんな風に見ていただけているなんて嬉しいです。いくつかピックアップしてお伝えしますね。たくさんの人に声をかけてもらえてとっても素敵な一日になったわね。そう考えると本当に嬉しい。信頼を受けて誰かの力になれる。この愛を受け取った人がまた広げていってくれたら本当に素敵。広がっていく愛の一員になれるんだもの。期待に応えなくちゃね。商品が届いたらじっくり試して参考になる本も
だったら一緒にいろいろ試してみましょう。私一人よりその方がずっといいもの。直接足首に装着しても肌に擦れないし悪くないわね。ただ厚みがあって少し汗をかきやすいかも。重りとしては悪くないけどデザインがシンプルすぎるかな。トレーニング用とはいえ見られるならこだわりたい部分よね。その本はどうかしら。解説部分はかなり分かりやすいと思うのだけれど。そうなのよね。おすすめはしたいけど一応候補の中には入れておいて段階を踏んで読んでもらえるように。やり遂げたわ。お疲れ様トレーナーちゃん。無事にデータが送れたしあとは店頭に並ぶのを待つだけね。あなたのおかげでとってもスムーズに進んだわ。私はどうしてもウマ娘視点になってしまうからトレーナーちゃんが私に見えなかった部分を見てくれると新しい発見にもなるの。ありがとう。役に？そっか。ごめんなさい。どう言えばいいのかと思って言葉に詰まっちゃったのだけれど、私たち同じ時間を過ごすことも多いでしょ。それでいつも困ったことがあれば相談して一緒に解決を目指してる。だから今回もいつの間にかそんな気分になっていたの。つまりね、私ったら支えてもらっていたのに同じ目標に向かう仲間のような意識でいたっていうか、レースに向けてトレーニングしているのと同じ感覚って言ったらいいのかしら。後ろから支えられているんじゃなく、すぐ隣で手を取り合っているようなきっと担当になってくれるトレーナーさんが現れたらそうなりたいと思っていたからかもね。あなたはどう？私は迷った時、壁にぶつかった時、ためらわず互いに手を引き合えるような、そんなパートナーになりたいわ。嬉しい。よかった。トレーナーちゃんとはこれからも多くのことを共有していきたいの。背中ではなく隣に立っていてくれた方が、きっと私もあなたに多くのことを伝えられるわ。紹介してた商品早速買ってみたけどすっごく良かった。めきめき効果が現れたよ。レビューも相変わらず丁寧で分かりやすくて、またやる気が出ちゃった。おすすめの本を買いに行ったら残り1冊だった。ギリギリ買えたけど次の入荷はいつだろうな。私は迷った時、壁にぶつかった時、ためらわず互いに手を引き合えるような、そんなパートナーになりたいわ。お店の人にも喜んでもらえて、商品を手にした人たちもみんな笑顔で大成功ね、トレーナーちゃん。本当？コメントでもいくつかもらったけど、トレーナーちゃんから聞くとさらにみんなの言葉を近くに感じるわ。あっという間の夏合宿だったわね。多くのことを学べて本当に素敵な時間だった。ありがとう、トレーナーちゃんもね。合宿中は
なかなか配信できる機会がなかったけど、ファンのみんなは元気かしら。帰ったら少し長めの配信もしたいわね。話したいことはたくさんあるもの。嬉しい。最高の夏合宿だったって早く報告したいわ。トレーナーちゃんどこに行ったのかしら。まだ少し悩んだ顔をしていたから話をしたかったのだけれど、今聞いたら教えてくれるかしら。無理に答えさせたくはないけれど、でも、もう仕方がないわね。夏合宿最後の夜なんだから、充実した楽しい思い出で終わらせなくちゃ。待っていなさいトレーナーちゃん、すぐに探しに行っちゃうから。合宿所付近にはいなかった。だとしたらあとはトレーナーちゃん配信してるわけではないみたいね。ただの録画のようだけれど。愛が足りないだなんて。トレーナーちゃんずっとそれで悩んでいたの？そんなことをずっと一人で考えていたのね。思いを返したい、その気持ちがどれだけ尊いのか。ああ、なんて。ラブミー、ラブユー、ラブズオンリーユーです。予告なしでお邪魔します。だってこの人ったらちっとも分かっていないんだもの。トレーナーとしてできることしかしていない？愛が足りていない？私に愛を届けてくれた人は誰だった？架け橋になってくれたのは誰だった？私を選んでくれてトレーナーになってくれた。多くの人とつないでくれて、思いを持ち続けて走ろうって言ってくれた。こんなにも愛にあふれた人がここにいるね。そうでしょ。愛を伝える架け橋があるのなら、私たちはこれから今よりもっと多くの愛を背中に受けられると思わない？気づいてくれたかしら？私は幸せ者ね。